アニメ化。宇宙世紀0088に現れた新時代を担うドム。かつて2つの別名を持っていたこの機体は、勢いをなくしたドムの息を吹き返す大きな立役者になろうとしていた。ドライセン、型式番号 AMX009。 テレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」に登場。一年戦争時代に現れ、地上と空で大きな力を見せつけたドム。素早い移動速度や連邦のモビルスーツを一撃で葬り去る火力、そんな圧倒的な力でジオンを支えていくのは自分たちで間違いない。そう思えるほど優秀な量産機であった。しかし現実はそう甘くもなく、ジオンはドムを進化させることより新型機の開発を重視したため、量産機としてのドムの未来は地上の砂漠専用であるドワッチの生産後あと一歩のところで途絶えたのであった。そして以降の時代も基本は残党となったジオン兵たちの手で作られた回収機や一部の超要人用の改良機がわずかに作られるだけで、その発展は小規模なものにとどまる程度であった。しかし時代が宇宙世紀0088になってからは流れが大きく変わる。木星圏から帰還したアクシズ改めネオジオンがジオンの悲願であった地球を掌握するという夢を実現させる戦力として、かつて活躍したドムの設計を生かした新時代の機体を作り始めたという。それが2つの名を捨て新型ドムの希望となった機体ドライセンである。本機は一説ではドムの設計を生かしつつ、同じ時期に作られたガルス J やズサのように来るべき地上での戦いを重視した機体になっている。装甲は今はジオン系にも当たり前のように使われるようになった。ガンダリウム合金を使った堅牢なものに仕上げ、背面はバックパックがついていないのだが、全身各所に大小を含めて大量に組み込んだ熱核ロケットジェットエンジンで補っている。過去の設定集やガンプラの説明書の中の記載を見る限りでは、各種推進機の数が合わないなどはっきりしないところも多いのだが、総推力はおそらく大型のもの9機で 107,800kg。 数字上では他のネオジオンの機体と比べて高くない方である。しかし小型のものや姿勢制御バーニアを含めれば推進機は約40機くらいになっているため、おそらく実際の数値はもっと高く、劇中ではダブルゼータガンダムをスピードで翻弄できるレベルであった。さらに腰部と脚部には防塵処理も施しているため、地上で問題なくホバー走行を行えることはもちろん、何の調整もせずに空でも高い機動力を発揮できるなど、優れた汎用性を実現した機体になっている。それゆえに重装甲かつ素早いという理想的なバランスの性能であるが、ジェネレーター出力も 2380kW あり、複数のビーム兵器はもちろんバウのビームライフルといった他の機体の武装まで扱うことが可能である。ちなみに全高 23.4 メートル、本体重量 36.7 トンとサイズはダブルゼータガンダムより大型だったりする。またベース機はドム系列機の中でもかなりの少数生産であったリックドムツバイが使われているという説もあるらしいが、確たる証拠はないらしく、あくまで推測の域であるようだ。さらに武装に関しては両前腕部に収納された3連装ビームキャノン。この武装はゲーム機でもよくありがちな話だが、初期型タイプは火力が低く、後から生産されたものは高出力かつ連射まで可能など、時期によって差がある武装になっている。他にもガンダムのビームサーベルの原理に似てそうだが、柄の長さを変えることで通常のサーベルから超装タイプのビーム兵器に切り替え可能なビームランサー。斧型のビーム兵装でビームランサーと接続することで出力を倍増させ、ランサーとの二択攻撃も可能になるビームトマホーク。そしておそらく本機だけが持つもので、高速回転させた3枚の刃で鉄器を切り裂く投擲武装であるトライブレードがある。こちらはただ鉄器に当てるだけではなく、熱探知式のレーダーを撹乱するフレアとしても使えるため、赤外線誘導型ミサイルを引きつけておとりにすることもできるようになっている。ちなみにトライブレードを装備している部分は汎用ラッチにもなっており、
最初は装備できる武装の種類は少なかったようだが、ガンダムユニコーンの時代にはシナンジュのものを改良したジャイアントバズやヒートサーベルも選べるくらいにはなっている。そして本機の初登場は第22話。最初のパイロットはネオジオンの将校であり、高い技量を持ったラカンだから、同軍の機関であるサダラーンから撤退するダブルゼータガンダムに追撃を仕掛けることになるのだが、高い機動力を駆使して一度は追い詰めており、邪魔が入らなければ仕留められていたかもしれないなど、強敵感たっぷりの初陣であった。しかし最後の一歩が及ばず、両断されて終わるという悲しいデビュー戦でもあった。しかし本機は部隊が地上に変わってからが本番と言っていいポジションであり、以降はネオジオンのオーギュスト義団が率いるドライ戦部隊として英雄ごとの戦いを繰り広げていくことになる。アフリカではその前哨基地があると言われるアルジェリアにあるエルゴレアを襲撃するために、グレミートとがカルバウと共に合計7機が出撃。バウが意外すぎる方法で撃破される中、容赦なく街を破壊するも、そこにジュドーが狩るコアトップやイーノアッパー部が狩るコアベースが駆けつけ2機が中破されてしまう。しかもそこに援護まで来たため撤退という結末であった。続く31話ではしぶとく生きていたグレミーが乗り込んで出撃。対立している現地の残党同士をまずは共通の敵であるガンダムを倒すという話で協力させ、ガンダムチームを襲撃し、久々に追い詰める活躍を見せている。しかしそこに駆けつけたルーのダブルゼータガンダムによる次々攻撃を命中させてくる無双プレイによって残念ながら失敗に終わっている。32話ではビームライフルを持ったオーギュスト機が部下の機体と共に2機でガンダムチームを襲撃したものの、その戦闘ではジュドーのダブルゼータガンダムに部下を落とされて撤退。しかし後半には5機でアーガマを襲撃しつつ、そこに駆けつけたガンダムチームを3機で迎撃。オーギュスト機がビーチャオーレグが乗り込んだダブルゼータガンダムをもう少しのところまで追い詰めたものの、次々と来る援護にオーギュストの機体を含めた3機がやられてしまっている。その後は活躍という活躍はできず、アイルランドにあるダブリンではラカンが狩るザク3の両機として6機が出撃するも、確認できる限りでは2機がジュドーのコアファイターに落とされるというひどいありさまで、合体後のダブルゼータガンダムにも2機が一気にやられて爆散している。こうして地上での出番が多い分不遇も多かった本機であるが、その流れは戦場が空に移ってからも続くことになり、グレミーが起こしたネオジオンの内乱が始まってからはハマーン・カーン率いるハマーン軍とグレミー軍の両軍で使われ、皮肉にも味方同士で戦うという最後を迎えていたのであった。ちなみに本機にはバックパックを装着し、専用のメガバズーカを装備した試作機が存在したようなのだが、そちらは漫画「機動戦士ガンダムダブルゼータガイデンジオン」の原用にて、元英雄語兵であったバーンフィクセスの機体としてハマーンが行った地球侵攻作戦前後に使われている。そして第一次ネオジオン構想終結後に本機はジオン残党に使われることになるのだが、戦場で新たに登場することになるのは機動戦士ガンダムユニコーンの部隊である宇宙世紀0096前後。ネオジオン残党袖付きの一員としてパラオ防衛戦に身を投じている。一機はパラオを襲撃してきたジェガンの部隊を迎撃し、もう一体はバナージリンクスが狩るユニコーンガンダムと交戦していたのだが、ビームガトリングを至近距離から受けて沈んでいる。ちなみに同じ時代が舞台となる外伝漫画「機動戦士ガンダムユニコーン袖付きの木月長は歌うたう」では、パラオ防衛戦に登場していたドライ戦のパイロットたちのエピソードが語られている。また機動戦士ガンダムユニコーン UC0096 ラスト3でも、そのパイロットのうちの一人であるザミサミと本機が登場し、袖付きとネオジオン残党のドライ戦対決を展開している。またガンダムユニコーンの翌年にあたる漫画版の機動戦士ガンダムナラティブでも、袖付きに扮したジオン共和国軍の白の三つ星の機体が登場している。こうしてその誕生から
量産機としてさまざまな戦場で使われた本機であったが、この時代以降にその姿が見られたという話は今のところないようである。しかしその設計は思わぬ場所で引き継がれ、新たな量産機の道を切り開いたのである。ドムトライ公式外伝アドバンス・オブ・ゼータ・リブートに登場。火星に落ち延びていたジオン残党組織であり、ネオジオンとも交流があったジオン・マーズの手によってドライセンの設計を生かして作られた機体。まさに火星陸戦仕様といったもので、背面はドライセンの名残を残しつつも火星の過酷な環境に適応するためにドワッチの設計を生かした大型スラスターなどを搭載し、機動性を強化している。これにより地球外の環境であってもドム系の良さを存分に活かせる仕様になっている。そしてジオン・マーズはジオンの伝統を意識した機体開発を行っているようで、こちらはドライセンの系列機でありながらベース機であると推測されているビッグドムツバイの名前を受け継ぐ形でドムトライと命名されていたようである。そしてこの機体は火星のジオン残党同士の戦いに挑む。その中でデザートカラー仕様も生まれることになるのだが、その設計は後の時代に受け継がれたようで、時代は宇宙世紀0122。この時オールズモビルという組織になっていたジオン・マーズの手によって RF ドムという時代相応の技術を組み込んだ機体が作られていたなど、リサイクルでしかなかったドムの運命を変え、新型ドムの系譜を新たに作り出した本機は長きにわたりドムという存在を延命させていたのであった。余談。本機は今こそドライセンだが、初期設定ではバダルーやゾンムという2つの名前とデザインが候補に上がっていた。バダルーの方は2つデザインがあり、1つは一回りがっちりとしたタイプとなっているドムと、頭部がドム系とはやや異なりむき出しのバーニアをいくつも持つものであった。一方で主に試作モデルという形で掲載されたゾンムの方はバダルーのデザインの一つをそのまま立体化したようなもので、他にも赤色ベースのものやバタルーという名称で雑誌に掲載されたものもあったようである。そういった候補たちを生み出しながら試行錯誤が重ねられ、本機はドライセンという名と現在の姿を持つことになったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。